はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、あるバリデータは手数料が100%なのになぜそのバリデータでステークしなければならないのかということで質問の方がされてまして、これはステーキングに関しての質問になるかと思います。バリデータの手数料がですね、設定はされてるんですけども、その手数料っていうのは報酬からですね、差し引かれる形となるんですけども、その中でね、どうやら100%すべてね、手数料として、持ってくバリデータがいたようですね。で、これに関して質問がされてまして、で、コミュニティリーダーの方ですね、手数料が100%ならやめた方がいいと。で、手数料が100%なのはどこですかということで、質問のされてまして、で、ステークキャピタルは100と表示されてて赤字になっていますと、スクリーンショットをお送りしますということで、その方ですね、コメントされてまして、これについて了解したと。バリデータは好きな料金を、手数料を設定できると。しかし、コミュニティにとってより割安な料金を提供するバリデータに出資することは理にかなっているということですので、まあね、手数料が低い方が自分に入ってくるね、数量というのは大きくなりますので、まあ手数料が低いに越したことはないんですけども、このね、100%にしているバリデータは、まあどのような意図でそうしているのかちょっとわからないんですけども、一応でもコミュニティリーダーの方は、まあ手数料が100%ならやめた方がいいですよということでアドバイスの方をされてます。はい、で続いて、最初のフレアドロップ、エアドロップからデリゲートしているものとして質問なのですが、もし今、ステーキングに切り替えたとしても、引き続きエアドロップを受け取ることができるのでしょうかという質問で、はいと、ステーキングに切り替えた直後にスナップショットが一つでも発生しなければ、フレアエアドロップは影響を受けませんということで、これは切り替えた直後というよりは、デリゲートの WFLR をアンラップして FLR に変えてですね、それから P チェーンにして、で、P チェーンから、まあ、ステーキングするといった形のね、流れになるんですけども、そのラップを解除して、ステーキングするまでの間に、残高のスナップショットが発生しちゃった場合は、そのスナップショットを逃してしまう形になるので、まあ、でもね、とは言っても、まあ、1ヶ月に3回、スナップショットはありますので、エアドロップのね。だから3回ともね、逃すってことはないかと思いますけども、まあそういったね、可能性はまあなきにしもないということで、まあコメントのされてます。で、続いて、こちらが、個々のバリデータが過剰に高くなるということは、ステークしている全員への報酬が少なくなるということだったとは知らなかった、知ってよかったということで、これに関してですね、これは質問にあるように、ステークがオーバーしているバリデータにのみ、適用されますと。そのバリデータにかけているすべての人が上限を超えると報酬が減額されます。他のバリデータは影響を受けませんということは、これ何かと言いますと、こちらね、フレアのドキュメントを載せております。で、今回の動画の概要欄の方に、今回の動画の元記事のリンク貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、こちらのリンクですね、クリックしていただきますと、こちらのね、内容の方が見ることができます。で、こちら翻訳になりますけども、ステーキング上限ということで、個々のバリデータの報酬パフォーマンスは、ステーク総額の5%までに制限されますと。ステーク総額の5%以上のバリデータに資金をステークした場合、受け取る FLR 報酬は少なくなりますと。で、報酬を最大化するには、ステーク総額の5%未満の FLR のバリデータに資金をステーキングしてくださいと。だからつまりですね、一気にね、一つに集中しているバリデータの方にステーキングしてしまうと、の報酬が薄まってしまう可能性があるというね、ことでして、で、そのね、そのバリデータがステーキングキャップ、上限を超えているかどうかを確認する方法はですね、このフレアメトリックスのバリデータリストを開いて、こちらもリンク載せております。トータルステーク欄のステークされた FLR 額の横にびっくりマークが表示されていることを確認して、その上にカーソルを合わせますということですので、見ていただくと、こちらのね、個々のバリデータがあるんですけども、おそらくどうやらこちらのね、FLR のこの右側にびっくりマークがつくんですかね。ちょっとまだ見たことないんですけども、そういうバリデータは集中している可能性がありますので、報酬がね、減額される可能性がありますので、注意してくださいといった形になるかと思います。
はい。で、続いて、Google クラウドのバリデータに FLR をステークし、FTS をデータプロバイダーにデリゲートできるようになりましたということで、これね、皆さんご存知かと思いますが、Google クラウドの方がバリデータとね、FTSO のデリゲーターの方に参加したんですけども、一応公式ね、FLR、公式フレアから、X の方から共有の方が、情報の方がありましたので、いろいろメディアの方がね、配信の方されてますけども、一応公式の方で、一応配信があったということで、こちらの方でまとめております。で、続いてこちらが、ですね、私は au の、FTSO au のツイッターアカウントでいくつかの投稿をシェアしておいた、最新のものはピン止めされて、おりますということで、こちらね、FTSO au のプロバイダーの方で情報のね、有益なものが共有の方されてました。で、この表なんですけども、1列目がエポックですね。で、2列目が FTS を au にデリゲートした場合の報酬。で、3つ目が、これがですね、最も高い報酬の上場されたプロバイダーにデリゲートした場合。で、次が、最も高い非上場のプロバイダーにデリゲートした場合の報酬。ちょっとこのね、上場非上場っていうのはちょっとまだ不明確ですので、今後分かり次第また共有の方できればと思います。で、最後が、FTS を au にステーキングした場合の報酬の割合ということで、これを見るとね、比較化することができるんですよね。で、ステーキング報酬に関しては、徐々にどんどんステーキングに参加する人がね、増えていってますので、どんどん下がっている形になります。で、デリゲート報酬がね、どんどんこれぐらいにね、推移しているということで、まあ当初はね、だいたい3倍ぐらい、3倍もいかないか。でもそれぐらいのね、まあ比較、差があったと。で、現在に関しては、まあ現在に関してもまあだいたい2倍以上ですかね。2倍以上はあると、ステーキング報酬の方がね。で、だんだんね、参加するにあたってどんどんね、エポックごとに下がってきてはいるんですけども、こちらのね、エポック153からね、54まででガクッと減ってるんですよね。で、これは多分おそらく、ここでね、ビフローストウォレットがステーキングサービスをね、サポートしたんですよ。だからそこで多分、爆発的にステーキングする人が増えたから、まあ10ってね、ガーンと下がったのかと思います。で、今後に関してはですね、またステーキングする割合の方が増えましたら、まあおそらくまたエポックごとに下がって、いくことは予想されるんですけど、まあどうなるんですかね。また合わせて、見ていきたいと思います。で、一般ユーザーの方ですね。ステンキングの報酬はデリゲートの報酬と同じレベルになりつつあるようですね、ということで、それに関して、X の方でね、コメントで答えられてまして、それは誰にデリゲートしているかによりますと、非上場プロバイダーを使用していない多くの人は、FTSO の報酬を上回るステーキングの大幅な増加を目にしていますと。まあ、2倍ぐらいですかね。で、人々と合計額が移動するにつれて、両方のプロトコルはそれに応じて、調整されますということですので、参加人数によってですね、変化するということですので、今後もね、どうなるかまたね、合わせて、見ていきたいかと思います。で、今、ステーキング、ね、解説されてますが、デリゲート報酬とステーキング報酬ね、今、プレイは、フェーズ2の段階とされてまして、フェーズ3になるとどうやらね、デリゲート報酬とそのステーキング報酬を同時に手に入れる可能性も示唆されてるんですよね。だからそれに関してもね、合わせて情報の方を追っていきたいかと思います。はい、で続いて、将来の開発見通しに関する質問なのですが、ソングバードよりもフレアでよりたくさんのよりたくさんのことが起きているように見えますと。最近ね、Google クラウド含めてね、フレアの情報発信が多いですので、まあ、ソングバードに参加している方なんですかね。で、ソングバードは、まあ、フレアのカナリアネット、テストネットになりますので、まあ、本来であれば、まあ、ソングバードの方から先にどんどん情報が出るんではないですかっていう形に、がね、見て取れます。で、これに関して、はい、あなたは少し勘違いしていますと。F アセットは、現在コストンで、プライベート、ベータテスト中で、次にソングバードに導入される予定ですと。コストンは、フレアのテストネットのテストネットみたいな位置づけですね。フレアのテストネットがソングバードで、さらにテストネット、コストンネットですね。で、両者の違いは、価値のあるトークンでテストするのがソングバード。で、価値のない、まあ、価格のないトークンでテストするのがコストンネットになります。で、F アセットは、まあ、知らない方もいるかと思いますけども、今後ですね、FLR、フレアのブロックチェーンの方に、BTC とか XRP をですね、ブリッジして、FXRP、FBTC とかにしてですね、それを、まあ、持っておくことで FLR として利回りをね、手にすることができるようになるようなですね、フ
レアのサービスになります。で、ステートコネクタのコードもすでにソングバードで稼働しており、ソングバードのカナリアネットの地位に変更はありませんということで共有の方されてました。で、続いてこちらがアップタイムは 80% 以上で、なければならないのか、現在 Google クラウドはその資格がないのですかということで、だからバリデータね、運営する上で大事なのは FTS をデータプロバイダーも実際にね同時並行で運営する必要があるっていうのと、あとアップタイムってね、フレアメトリックスとかでも見ることできるんですけども、そのアップタイムっていうところの欄が 80% 以上であることが重要ですということで過去ねリーダーの方がコメントされてまして、でこれに関して、Google は現時点では資格がありますと。でフレアビルダーズ、メトリックス、ソリディファイのサイトはオンチェーンのアップタイムを追跡しているため、より厳格な基準とはなっているが、報酬の資格とは関係がないものであると。で、フレアバリデータートラッカーは、報酬の資格という観点からは、アップタイムのより良い、情報源であるということで、一応このね、フレアバリデータトラッカー、リンクの方載せております。で、見てみますと、Google クラウドのね、アップタイム見ますと、79.77% ってなってるんですよね。だから 80% 以上っていう意味では、こちらのバリデータトラッカーでも 79.77% ですので、少し足らないですよね。ただ、現時点では資格があるということですので、また引き続きですね、情報出ましたら共有の方していきたいと思います。はい、続いて、ステーキングの報酬エポックは、フレアの FTSO の報酬エポックと同じ日付長さに従いますということで、過去僕の方で、ステーキングの報酬エポックと FTSO の報酬エポックはもう同じものになるのかっていうね、ちょっと疑問があったので、そちらね、コメントをさせていただいたんですけども、どうやらね、同じようです。コミュニティの方で発言の方されてました。で、続いて、こちらが、最後になります。フレアメトリクスの2つの報酬率の値は何を表しているのでしょうかということで、これデリゲートの方ですね。現在と過去のエポックの比較ですと。100トークンデリゲートあたり。現在の報酬は報酬エポックの間に徐々に増加するということで、一応メトリクスのリンクもね、載せております。見てみますと、こちらのリバードレート、報酬率のところですね、上段と下段がありまして、こちらの下段の方がおそらく過去のもので、上段が今現在進行形のものですかね。で、この現在進行形のものに関しては、日付が経つについて徐々にね、進行していくと、こちらの方にね、徐々に増加すると書いておりますので、そちらをね、参考にしていただければと思います。はい、ここまでがですね、直近の情報になります。で、僕のは今ですね、フレアネットワーク含め、XRP、あと SEC、XRP レジャー関連、ビットコインとかですね、毎日海外の方から情報の補正させてまとめております。できるだけ動画もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画も見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄概要欄の方に僕の公式 LINE のリンク貼っておりますので、何か気になることと暗号通貨全般の質問でも構いませんので、そちらからご連絡いただけましたらすぐに僕の方でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。